Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回はメテオ DC 崩壊 DPS は避けゲー非化戦の悩みまとめというテーマでお送りします。今回お話しするテーマはこちら。 DPS は避けゲー14で変化した生活、タンクの誘導がうまくいかん、メテオ DC が過疎化、すべてに質問相談いただいているんで対応していきます。一つ目、 DPS は避けゲー、質問読み上げます。キャプテンこんにちは。いつも動画でたくさん勉強させてもらっています。早速質問制いたします。私はメレーが好きで漆黒までメレーで楽しんできたのですが、先日メレーを始めたフレンドから DPS は避けゲーと言われてしまいました。その触れはヒラメインだったので、ヒールワークの大変さをいつも感じているのだと思います。もちろん私も避けゲーなのは分かりますが、それは DPS に限らずタンクもヒーラーも同じだと思うのです。その上でキャプテンの動画を見てスキル回しなどを勉強させていただき、目人練習などもしていますし、 DPS をただ避けゲーで済まされるのは何か違うなと思ってしまったのです。まだ霊式や絶といった高難易度には行ったことはありませんが、その触れとはいつか挑戦したいねとよく話をしています。高難易度にも行かれるキャプテンも DPS は避けゲーだと思われますか？またこういった話になった際にうまく切り返す方法はあるでしょうか？教えてキャプテン。いや、避けゲーでしょ。正確には避けて攻撃するゲームです。確かに言う通り、ロールに限らずギミックを処理する上で全員被弾しないようにするので、避けゲーという意味では全員同じかもしれません。このゲームは特に高難易度に挑戦していると、いかに火力を出すか的な部分が着地点にしている人が多く、そのために練習を重ねていく傾向です。ゲームをうまく遊びたいっていう感情は、至極当然であって自然な流れかと思います。ノーマルコンテンツであればそこまで意識することも少ないんですけど、高難易度になってくるとそれぞれ役割をこなしつつある程度の火力が求められます。タンクは防御バフや誘導を意識しながらギミックを処理しつつ攻撃していく。 DPS はギミックを処理しつつ攻撃していく。ヒーラーは全体に回復や軽減を入れつつ攻撃しながらギミックを処理していく。これだけで見ると確かに DPS は避けゲーと言われるくらい攻撃に特化したロールであると。ただしそれが楽というわけではなく、 DPS はタンクやヒーラーと比べると火力を出すためのスキル回しがそこそこってか結構難しいので、ここは要練習であると。で DPS はこのスキル回しをできるだけ間違えることなく殴り続けながらギミックを処理する部分が最も難しく、人によってはタンクやヒーラーよりも操作が難しくてできないっていう意見もよくあります。 DPS で高難易度でしっかりと火力を出すためには、目人で間違えることなく約10分間ぐらい殴り続けてスムーズに回せるようになったら、高難易度に挑戦すれば応用っていう形になってギミックに合わせたスキル回しを行います。なのでノーマルくらいまではぶっちゃけ全ジョブ避けゲーするくらいでクリアできますが、高難易度となると避けるだけではダメで、さらに火力が求められるため避け攻撃ゲーとなり、 DPS 陣は特に要求されると。とはいえ DPS 陣が火力が低かったとしても、タンクやヒーラーも火力面で意識するとカバーできるっていうこともあるため、パーティー全体で戦うという認識が大事かと思います。ということで質問にあるこういった話にうまく切り返すにはの部分に答えると、全ジョブ避け攻撃ゲーだで解決です。2つ目、14で変化した生活、質問読み上げます。ゲームによって変化した生活行動や趣味があれば教えてください。苦手だった整理整頓ができるようになった。ハウジングを通してリアルハウジングが楽しくなった。おしゃれをもっと楽しめるようになった。デパ地下とかの模様が霊式や極で見かけるペアや基本3回に見えてきたです。なかなか面白い生活変化というか、これ全部共感できることはあるよねっていうことで、ハウジングが楽しくなったのはリアルで家具購入した時にふとね14でのことを思い出して、配置を考えるっていうのは自分もあったりします。ただデパ地下の模様が霊式で見かける基本3回に見えるっていうのはもう末期症状なんよ。自分はリアルで影響ある点は14基準で物事を考えてしまう。人が密集すると不意に頭割りとつぶやく。ゲームのための環境を整えた。街歩く人の中に非化線がいるだろうと常に思っている。
リアルでスキル回しを実践しようとする。いや俺のが末期だわ。3つ目、タンクの誘導がうまくいかん。質問読み上げます。トラジオさんこんにちは。少し前にタンクを始めていつもトラジオさんの動画を参考にさせてもらっています。そこで質問なのですが、ルレで何度かカルン梅没印に当たった時に敵を扉前のスイッチに誘導するのがうまくいかず、何度かやり直すことになり、パーティーの方に迷惑をかけてしまいました。うまく敵を誘導するコツや練習のやり方などあれば教えてほしいです。答えはシンプル。数いきましょう。全ての物事に言えますが、最初から何でもうまくいくっていうことはなくて、継続してやっているといつの間にかできているっていうことがほとんどなので、少なくともうまくできなかったってことは、うまくできなかった部分を発見することができたということで、改善にもつながるので、それだけでも実は一歩前進であると。それの繰り返しで発見や気づきがあってうまくなっていくと思うんで、練習はぶっつけ本番どんどんいきましょう。強いて言えば誘導の時にどういう誘導したらどういうことになるのかという視点を常に持つようにすると改善ポイントが発見しやすくなります。あと誘導のコツですが、なかなか引っ張っても来ないっていうことは、初心者の方にもよくあるので、あえて思いっきり引っ張るということを意識するとうまくいくこともあるのでお試しください。4つ目、メテオ DC が過疎化。質問読み上げます。メテオ DC の過疎化が止まりません。データセンターの再編は史上最大のやらかしではないかと思っています。資産価値がほとんどなくマナ人口が増えているというのを耳にします。残ったメテオ民はこの先終焉を迎えるため途方に暮れるしかないのでしょうか。せっかくできたデータセンターなのにもったいないなと思いました。なるほど、メテオもなかなか大変な様子でということで、過疎化を感じる部分は人それぞれなので、もしかしたら人によっては別に過疎ってないよって思う人もいるかもしれません。自分も基本フリーカンパニー内をメインに遊んでいるので、外部に頼らない分そこまで過疎化は感じませんが、コンテンツの募集数とか、マーケットボードの流れを見ていると、マナと比べるとどうしても少なく感じてしまいます。特に今期の例式に野良で挑んでいる人はパーティー募集数の違いに戸惑っているっていう人も多く、メテオやエレメンタルは海外人口も多いので言葉の壁が気になったり、募集も限定しないといけなかったり、こんな苦労して募集するならマナに行こうっていう人も多いです。実際人が多いから集まりやすいので、今後も高難易度行くときはマナに出向いて募集するという文化になってしまうのではと自分も危惧しております。しかも自分のようにフリーカンパニーのマスターであると、別 DC へ出張した場合FC のことが全く関与できなくなるので、そのあたりも動きにくいからエレメンタルで募集する、でも人が来ないという悪循環を経験しています。とはいえ全く人が来ないかといえばそういうわけでもなく、正直ねこの辺も運だと思ってて、2、3週間くらい前に例式1から3層、現行の1から3層の投資消化でメレー1人を募集したら、たった1人待つのに1時間かかりました。ゴールデンタイムの消化日で、これはさすがにやばいってことで募集に時間がかかるなら固定を組んで挑戦するようになりました。メテオも同様の現象が起きているという話を聞いたのですが、この先終焉を迎えるというところまではいかないのかなと思っています。一応今後ユーザーが増えた時に分散できるってことがね、一応あると思います。ただ自分の個人的な見解ですが、この先よほどの革命的なコンテンツや次のタイトルが来ない限り、これ以上ユーザーが大きく増えるってことはないと予想しているので、正直今の状態はしばらく続くのではないかなと思います。FC や LS などのコミュニティを運営している人は、コンテンツのために DC 移動するっていう人をよく見かけていると思うので、若干ヒヤヒヤしてるっていう人も多いと思います。というのが自分の現状を持っている意見なので、これに関してはここはいいよとかここが危ないんじゃないかとか意見があると思うので、コメントしていただけるとしやすいのでお願いします。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっととっととらとらじろう、とっととっととらとらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろう。